慣用句というのは日本語で決まった比喩的な意味で使われる表現なので、実は上級の技術です。簡単な言葉で例えを使いこなすこと。慣用句を使うと日本の文法から感覚へと一歩進めますね。皆さんこんにちは。 TCJ のあゆです。 TCJ のダイムです。今日のテーマは手の慣用句を皆さんに紹介したいと思います。手ってこの手ですよね。そうです、この手です皆さん上級の日本語まで来るとこんな経験ありませんか？難しい言葉を覚えたのに全然会話で使わないだったり、テストには出るけど上司や友達に使う機会がない。例えば何々の対応に苦慮しています、って言い方、社内で話すと硬いって思われがちですよね。しかもあんまり私自身も使わないかなって思います。なぜかというと難しい言葉って日常ではそんなに使わないんですよね。使えないと勉強の意味がなくなると思って、モチベーションも自然に下がりますよね。つまり難しい単語を増やすことじゃなくて、簡単な言葉で例えを使いこなすこと。そう、慣用句というのは日本語で決まった比喩的な意味で使われる表現なので、実は上級の技術です。なるほど。例えばさっきダイムさんが言った〇〇の対応に苦慮する、ネイティブ日本人ならまず使うのは手を焼くっていう慣用句なんですね。なるほど、結構簡単な言葉ですね。そうなんです。ここができると会話が一気に自然で伝わる日本語になります。では今日は難しい単語じゃなくて、手というみんな知ってる単語を使って意味を広げていきます。手の慣用句一緒に身につけましょう。ではまずロールプレイを見て一緒に考えてみましょう。ちー先輩、今いいですか？午前中のタスクが終わってようやく手が空いたので、午後の資料の整理進めようと思ってます。助かるよ。実は今人が少なくて手が足りないんだ。来週のイベント準備まで手が回らなくてさ、正直ちょっと厳しい。そうでしたか。私でお役に立てることがあれば手を貸します。ありがとう。あの取引先とはもう手を切ることにしたから、その案件はもう進めなくて大丈夫だよ。そうだったんですね。最近ずっと気になってて、正直他の仕事に手がつかないくらいでした。あの会社には本当に手を焼いたよ。連絡が遅いし、条件も急に変わるしね。でも新しいクライアントは反応がいいですよね。ようやくうちのサービスも手が届くところまで成長してきたって感じがします。そうだね。だからこそ最後まで手を抜かずに仕上げよう。チーム全体で手を尽くしてしっかり結果を出したいね。すいません、さっきずっと手って何？手？皆さん、まず手が空くっていうのは何の意味ですか？手が空くはしていた仕事が終わって自由な時間ができることです。つまり忙しかった手が今は空いてるよという状態です。上司に今ちょっと手空いてるって聞かれたら、はい、今なら大丈夫ですって答えられるような場面ですね。イコール暇になるという柔らかい言い方です。じゃあ例文も見てみましょう。午前中の仕事が終わって今手が空いています。何があれば対応します。2、手が回らない。手が回らないは作業や対応を処理する余裕がない。時間や人手が足りず対応できないという意味です。忙しさで対応が追いつかないときに使います。責任回避のイメージを与えないように、状況説明や対応策をセットで伝えると好印象です。例文も見てみましょう。今日は会議が多くて、細かい確認までは手が回らないです。3、手が足りない。
手が足りないは作業をこなす人手またはリソースが不足しているという意味です。時間不足、個人のキャパよりも人数、配置の問題を強調する表現です。単に忙しいだけではなくて、割り振りの見直しや外部のその支援、お助けが必要な状況で使うと伝わりやすいです。例文を見てみましょう。年末は注文が多くて完全に手が足りない状態です。4、手を貸す。手を貸すは助ける、協力するという意味です。手伝うよりも少し柔らかくて日常生活で自然に使えます。重そうだね。手を貸そうかっていう感じですよね。そうです。めっちゃいいです。職場での例文も見てみましょう。恐れ入りますが、こちらの資料作成に手を貸していただけますでしょうか？ 5、手を切る。手を切る。もちろ手を切るん、物理的な意味もありますが、手を切るは人や会社の関係をやめることですね。ここでは関係を断つ、支援をやめるなど、取引先や人の関係を完全に断つという意味で使われています。でも、注意する点は使う相手で、その社外に向けてであれば、とても印象が悪くなってしまうので、その時は終了させていただきますというふうにしましょう。じゃあ例文も見てみましょう。問題が解決しないので、あの取引先とは手を切る方向で進めます。6、手につかない。手につかないは何かが気になっていて他のことに集中できない状態ですね。心が落ち着かない時によく使います。じゃあ手が回らないとちょっと違いますよね。そうなんですよ。手が回らないとの違いは、集中できない、気持ちが入らないっていう部分の気持ち、心理的なのが理由になってます。なるほど。じゃあ普段、なんか物理的な、もう忙しいから手が回らないとか、手につかないとか、それ両方使えますよね、この場合で。そうですね。なるほどです。じゃあ一緒に例文を見てみましょう。プライベートで気になることがあって、仕事が手につかない。7、手を抜く。手を抜くは本気でやらずにいい加減にするという意味です。これはちょっとマイナスの表現ですね。ネガティブなニュアンスですよね。そうです、そうです。相手の仕事態度や品質を批判するときに使われることが多いですが、それを言うときはもう対上司だったり対社外の人に向けてっていうのは直接は使わないでください。危ないですね。危ないです。ソフトな言い換えが必要なんですけど、基本的にこの身内で手抜いてるよねとかいうのは大丈夫です。注意してください。はい。じゃあ例文も見てみましょう。どんなに小さな仕事であっても手を抜かないことが大切です。8、手を尽くす。手を尽くす。可能な限りの手段、努力を全部行うという意味です。最後までやりきる。最大限の努力をするっていうニュアンスですね。例文も見てみましょう。問題解決のために可能な限り手を尽くしますので、進捗があれば連絡いたします。9、手を焼く。手を焼くは焼いてるんじゃないんですよ。焼いてるんじゃないですかね。痛いですよね。熱いですからね。痛くないですか？熱くてね、痛くてね。うまく扱えなくて困ってるっていう状態です。人、物事、問題に対処するのが難しい、困る、苦労するという意味です。じゃあ、まず人に対する例文を見てみましょう。あの新人は覚えが遅くてちょっと手を焼いています。次、問題に対して例文も見てみましょう。このバグ、結構手を焼いています。どなたか時間取れる方いませんか？ 10、手が届く。手が届くは2つの意味があります。一つは物理的に距離が届く。そうです。距離が届く。もう一つは努力すればできそう。到達可能、実現可能の比喩です。よく使うのは
能力、努力で達成できる範囲。金額や価格の手の届く範囲イコール、買えるとかお手頃であるっていうところですね。じゃあ例文も見てみましょう。もうちょっとで目標に手が届きそうだよ。金額の場合、値段を少し下げれば顧客の手が届く価格になります。はい。では今日の手に関する慣用句全部紹介しました。イエーイ皆さん全部覚えられましたか？まとめはこちらです。手が空く。仕事などが終わって時間の余裕ができる。手が回らない。忙しくて他のことができない。手が足りない。人手が少なくて仕事が回らない。手を貸す。手伝うこと。手を切る。関係を完全にやめる。特に悪い関係。手につかない。他のことが気になって集中できない。手を抜く。本気でやらずにいい加減にする。手を尽くす。できる限りの方法を全部使う。手を焼く。対応が難しくて困る。手が届く。能力の範囲内にある。はい、慣用句を使うと日本の文法から感覚へと一歩進めますね。めっちゃいいこと言いますね、うん、そうなんです。同じこと言っても慣用句が入るだけで言葉に深みと人間らしさ、日本人らしさが生まれます。正しい日本語の先にあるのは伝わる日本語ですね。なるほど。今日は皆さんと話した手に関する慣用句は日本の職場でも日常の生活でもよく使う言葉です。会話がもっと自然になるのでぜひ覚えておいてください。 TCJ 日本語学院では日本での生活、仕事に役立つ楽しい日本語を楽しい雰囲気で実践練習しています。ぜひ体験クラス一覧は概要欄のリンクからどうぞ見てください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。